Hi everyone, welcome back to my channel. Today's video, you might already guess or you might already know that from the title, but I'm gonna make some announcement in this video. I'm actually living in California for almost 4 years, 3.5 years, and I'm working in San Francisco Bay Area in the Silicon Valley in the semiconductor industry as an expat. 今駐在員として日本の企業に勤めてるんですけれども、アメリカのカリフォルニアのサンフランシスコというところで仕事をしています。で、海外駐在員、アメリカ駐在員として今ここに住んでいるんですけれども、実は私はこの度8年間新卒から勤めていた会社を退職することになりました。これは本当に私の中では大きな決断の一つで、そんな簡単にこんな風に退職しますって言って次の新しい会社に転職するとか決めることができたわけではなかったんですけれども、ワンステップ踏むことができました。本当に駐在してからは、約3年半ぐらい経つんですけれども、本当に2年ぐらい経った時ぐらいから、徐々にちょっと違和感があるなとか、これが思ってたことなのかなとか、今後 2,3 年後ずっとこの仕事をしていくって考えた時にどうなのかなみたいなことを、ずっと考えていて、やっと今この決断をすることができました。で、私少し話したんですけれども、私は次の新しい会社に転職することになりまして、アメリカの現地の企業で働くことになります。アメリカの就活のプロセスとか、私がその転職に至った経緯とかもうちょっと詳しく他のビデオで分けてアップロードはしようと思っているので、その時に詳しくお話をさせていただきます。なんで辞めることにしたんですかとか、なんでそんな気持ちになったんですかっていうのはちょっと軽くここでお話をしますと、大きく3つあるのかなと思っていて、大学卒業してからこの会社に勤めているんですけれども、8年間は勤めていく中でどんどんとやっぱり会社のミッションとか会社の方向性とかカルチャーとかっていうのにどんどん自分の中の軸とズレが出てきたなっていうのは一つあります。最初はね何も知らなかったので、本当に初めての会社、社会人として初めて勤めた会社なので、こういうもんなのかなって思ってきて、仕事をしてきたんですけれども、やっぱり8年も勤めてると他の会社さんとかの話もよく分かってくるし、いろんなそのクライアントさんと仕事をしていく上で、自分の会社ってこういう色があるなとか、その文化があるなっていうのは見えてくる。その中でそこに私がフィットしてるのかなとか、フィットできてるのかな、それはすごく心地よくフィットできてるのかなとか、いろんなことが考えることがあって、そんなところでちょっとズレが出てきたなっていうのが2年前ぐらいから感じていたところです。それが一つで、2つ目としては、自分のキャリアをの 2,3 年後とか5年後とかいうふうに考えて、自分のなりたい姿とかを考えた時にちょっと想像ができないというか見えないというのが、自分の中でありました。このまま今やっている仕事を、もちろんステップアップしていくにしろずっと続けていくのかなっていうのが、ちょっと自分の中でハテナマークが出ているところがあって、ずっとモヤモヤした感情ではいたんですよね。でもじゃあ何が原因で自分の目指す姿っていうのが見えないのかとか、じゃあ辞めたところで何がしたいのかっていうのがちょっと全然思い浮かばなかったっていうのがあって、実は1年ぐらいずっとその状況で苦しんでいるっていうのがありました。で、そのモヤモヤした感情のまますごく悩んでる時期があったんですけど、そこから、これも後のビデオで詳しく説明をしますけれども、コーチングを受けて、自分が本当に何にモヤモヤして何に悩みを抱えていて何がしたいのかっていうのを、コーチと一緒にそれを導いてもらって、で結果的に、この会社で働き続けることは、自分の中でのキャリアの進むべき方向ではないなというのが分かったので、転職活動を開始しました。で、3つ目としては、会社に住む場所を選択されてしまうっていうのが私の中ですごくクエスチョンマークがありました。私は今まで2回転勤というものを経験したんですけれども、私が住みたい場所を選んでそこに住んでいたわけではなくて、仕事がそこに
そこでの仕事だから仕方なくそこに住んでたっていうのがありました。それは日本の中でもそうですし、アメリカに来たっていうのも、一つのところです。で、駐在員っていうのはやっぱりいつかどこかのタイミングで日本に帰国するっていうのは、みんな分かっている。でそんな中で、いつ自分が帰国するか分からないっていうのが、一番大きなところにあって、私が勤めている会社は、大体3年っていうのが一つの括りなんですよね。で3年を越した今、じゃあ私はこの次来年どこで何をしてるんだろうとか、じゃあ再来年はどこで何をしてるんだろうっていうのがもう自分がコントロールできないところで、悩み始めてしまう。で私は結婚したパートナーもいますし、じゃあパートナーは今アメリカで仕事してるけれども、もし私が来年帰任になってしまったらじゃあどうすればいいんだろうとか、そのライフスタイルのチョイスを会社に決められるのがすごく嫌だなというふうに思い始めたのも一つ大きな理由です。やっぱり自分が住みたいところは自分で決めたいし、会社に仕事だから引っ越しをしてねって言われて決められるキャリアは私の中ではちょっと違うかなというふうに思い始めてきて、でももうこの会社に勤めてる限り、その転勤っていうのはもうつきものなので、それはもうここに勤めた時点で私がアグリーしていることなので、じゃあ、そのライフスタイルが嫌ならば、やめた方がいいよねというところで、転職活動を開始しました。こんな感じでざっくりと今なんで私が会社を辞めて、転職をしたのかとか、次に進んだのかっていうのをお話ししたんですけど、もう本当にもっともっと細かく話せばもっといろんな理由があるんです。なんですけど、これはアナウンスメントのビデオということで、軽くお話をさせていただきました。で今ちょっとバックグラウンドがいつもと違うと思うんですけども、転職も決まったというところで、今セレブレーションお祝いの旅に近場に来ています。本当に家から30分ぐらいのところなんですけど、すごい海辺の綺麗なところで今ゆっくりさせてもらっています。で今日はちょっとこの辺でビデオは終わろうと思うんですけれども、アメリカの転職に関して、転職に至った経緯、コーチング、いろんな学びがこの転職活動で私はありました。なのでこれについて皆さんと共有をさせていただきたいと思っているので、また別のビデオでお話をさせてください。では今日は以上でございます。 Thank you very much for watching my video. Please subscribe my channel if you haven't. Thumbs up if you like this video. Leave the comment in the comment section below. Alright, thank you very much. Bye.